さて、同じ計算を3回やってたのを今から一つにまとめていきたいと思ってるんですけど、この一つにまとめるときに、どこで一つにまとめるかというとですね、結局このブランチ、子供のブランチを作るときにここでブランチクラスを呼び出してインスタンス化してるわけですけど、この辺の親が持っている情報と子供の枝を作るときに、必要なこのパラメータ2つがあれば、子供の枝は、計算できるので、これらの情報をこのブランチクラスを作るときに引数として与えてしまえば、ブランチクラスの中でこの辺の計算っていうのを一気にかけますね。なので、この辺の計算はブランチクラスの中で後で、同じようなものを書きます。で、ここもですね、ここも後で書きます。なので、ブランチクラスを呼び出すときに、まず必要なのは、先ほど言ったように終点の情報ですね。これがパレントエンド PT ですね。で、次は、親の枝の長さですね。ごめんなさい。ここに、パレントレングスを入れときます。で、もう一個は、親の枝のローカル座標ですね。これをパレントアクシスに、して引数として渡します。で、次に、子供の枝を作るのに必要なパラメータ2つあって、1つはアングル XY ですね。で、もう1つはスケールです。で、この5つの情報があれば、あとはこのクラス、ブランチクラスの中で、この子供のための支点と終点を計算してしまえるので、この5つを引数として与えるようにしましょう。でこれをコピーしといて、ブランチクラスに行って、今、セルフはどっちにしても必要ですね。それで、支点と終点がさっきあったわけですけど、これを先ほどの5つの変数、引数に置き換えてあげます。セルフは必要で、親のエンドポイント、親の枝の長さ、親の枝のローカル座標ですね。で、子供の枝を作るときに必要な回転角度とスケール。この5つが必要なわけです。で、この5つをクラス変数、メンバー変数にしておきましょう。スタートポイントはいらないので、これをパレント ET にしといて、セルフのパレントレングスにしといて、で、もう一個はパレントのアクシスイズにしといて、で、4つ目は、子供を作るときに、必要な XY 平面で何度傾けるかという情報ですね。で、5つ目が子供の枝のスケール。この5つがあれば計算することができるわけです。それで、5つここで与えましたよね。で、その後、ここでやってた計算を、このブランチクラスの中でやっちゃいたいわけなので、これを一旦カットして、
で、インスタンスオブ、ブランチクラスですね。で、ここで5つのパラメータ渡した後に、ブランチクラスの中で、ブランチクラスをインスタンス化ここでしてるわけですけど、インスタンス化するときに、ここで、これを計算しているわけなので、まず、ニューアクシスを、つまり子供の座標系をここで計算するわけですね。で、子供の座標系を計算したいんですけど、一応関数化しておきましょうか。def set axis にして、セルフで、ここでやってる計算を、こっちに持ってきたいわけですね。これを、ここに持ってきたいので、ここでは、セルフのこの関数を呼び出すわけです。で、その時に新しいアクシスを、子供のアクシスを設定したいので、ここでメンバー変数化しておきましょう。アクシス、これチャイルドアクシスにしておきましょうか。これをここで初期化しといて、ここに新しいローカル座標を入れていきたいわけですね。なので、これがもういらなくなるので消します。それで、ここは親が持っている座標系をフォア分回してたので、親のアクシス、こいつに差し替えます。で、親の持っている座標系を X 軸、Y 軸、Z 軸、それぞれこのアクシスの変数の中に入れてフォア分を回しているわけですね。で、ここでニューアクシスをこの回転させて作っているときに、回転させるべき元の座標、x, y, z、ローカル座標の x, y, z がこのアクシスに入って、そのアクシスをアングル xy で回転させたいんですけど、今はもうセルフをつけなければいけないので、セルフドットアングル xy にしますね。で、親のローカル座標の Z 軸で回転させなければいけないので、親のローカル座標の2番目の値ですね。0、1、2の Z 軸で回転させると。これがニューアクシスになるわけです。で、それをX、Y、Z 軸全部このZ 軸で回転させて、その回転させる角度はこのアングル XY になるわけですね。でそれをここで作ったチャイルドアクシスにアペンドすると。これで子供のローカル座標系が変換されて、ここの変数の中に格納されたというわけですね。なので、これで子供の座標系が定まったということです。で、その次に、今度、子供の支点と終点を求めたいわけですね。で、これも関数化しとくと、set、end pt かなを求めるわけですけど、まず、
ここと同じことをやるので、これをちょっと持ってきて、ここにペーストしておきますね。で、これは、まずここに、子供の座標系を設定しますね。セットチャイルドにしておきましょうか。わかりやすいように。じゃあ、セットチャイルドアクシスズにしといて、で、これもセットチャイルド EPT にしときましょうね。そうすると、ここで、セットチャイルド、スタートポイントとエンドポイントどっちも求めるので、ごめんなさい。セットチャイルド PT 図にしておきましょうか。そうすると、ここで、セルフスタートポイントと、チャイルドにしておきましょうか。チャイルドスタートポイントと、セルフチャイルドエンドポイントを初期化しといて、それでこの関数を呼び出すわけですね。これを PT 図にしとくと。なので、セルフ、セットチャイルドポイント関数を呼び出すと。で、この関数の中で、つまりこの関数の中で、この支点と終点を計算していくわけです。ここセルフ抜けてますね。セルフ入れて、この関数の中で、計算していくと。それで、まずここで、まず、新しく作ったチャイルドアクシスの Y 座標が、枝の方向ベクトルになるので、セルフチャイルドアクシスの Y 座標、Y 軸なので、1番目ですね。0番目が X 軸。1番目が Y 軸。2番目が Z 軸なので、これは1番ですね。Y 軸なので。で、それを、ユニタイズ化しときます。一応。それで、そのユニタイズ化、つまり長さ1にするわけですね。で、長さ1にした後、親の枝の長さかける子供のスケールをここでかけるわけですね。で、親の長さは、親の長さはこれですね。セルフ、パレントレングスと子供のスケールをかけるわけですけど、子供のスケールは、この tree のところでもう設定してますね。ここの子供のスケールが今1になってますけど、この子供のスケールが、ここで、このセルフスケールの中に格納されています。で、ここでスケールをかけて、ようやく子供の枝の、方向ベクトルが長さを伴った形で設定されるわけです。ここまで来ると、ようやく、子供の枝の支点と終点が計算できて、支点がこれですね。支点がこれなので、終点がセルフ、チャイルド EPT ですね。で、支点は、親の座標の、ごめんなさい。親の枝の終点なので、こいつですね。で、子供の終点が、親の終点とこの方向ベクトルを足したものですね。これで、子供の視点と終点がここでようやく求まるということです。そうですね。
なので、先ほどここにごちゃごちゃっと計算書いてたものが、すっきりして、ここで計算してたものが、ブランチクラスの中で、この2つの関数で計算されているということになります。なので、ここがすっきりしましたね。これで同じ結果が出るはずです。やってみましょうか。トゥリークラスの中の26行目。ここで、パレント EPT が、これか。これがパレント EPT、こいつですね。で、パレントレングスがこれか。ごめんなさい。で、パレントアクシシーズがこれですね。はい。これで、OK かな。アングル XY こいつですよね。で、このスケールがここに来ているということです。なので、ブランチ Python の38行目。ブランチ Python の38行目。ここのスケールもセルフドットが抜けてますね。セルフドットスケールにしなければいけないと。で、やってみましょう。また出ましたね。ブランチのドローの44行目。ブランチの44行目。ここで、ごめんなさい。変数名を変えちゃいましたね。チャイルドスタートポイントとチャイルドエンドポイントでドローしなければいけないので、でいくかな。今度こそ。いきましたね。はい。ここで1800の長さの最初の枝が引かれると。で、先ほどはこの最初の枝をハードコーディングして、原点000から01800というふうに支点と終点を直接引数として渡してましたが、今回は仮想的に親を設定して、その親の枝の情報をもとに、最初の枝もこのブランチクラスの中で、計算しているということになっています。これをやると、例えばアングルを最初の枝も30度傾けたいとか、最初の枝も 0.8 のスケールにしたいとかっていうふうにやると、ごめんなさい、こっちか。こういうふうに30度傾いたり、ここの長さが 0.8 になったりします。はい。最初の枝は一応上向いてても構わないと思うので、これ戻しましょうか。0度と1にします。で、ここまでできると、何が美味しいかというとですね、この Make Child Branch の中も、ここでごちゃごちゃごちゃっと計算してたのも、同じように、ここと同じように計算することができるようになります。これ何をやっているかというと、ここでチャイルドブランチを呼び出してますよね。なので、このチャイルドブランチ L をここに渡して、このブランチクラスで渡す引数は古いので、これも消しちゃいましょう。で、上の方で、書いてたものは、もうブランチクラスの中で計算しているので、ここはいらないと。いらないですね。いらないと。で、何が必要かというと、このパレント EPT は、ここで渡される
ブランチの、チャイルド EPT ですよね。あ、ごめんなさい。これスラッシュが出た。ピリオド。で、このパレントレングスも、ブランチの、これですね。あ、ごめんなさい。これか。パレントレングスですね。で、これもアクシスイズもパレントアクシスイズになるということです。で、あと足りないのは、アングル XY とスケールなんですけど、これだけはここで設定しなければいけなくて、これはランダムで、ユニフォームで、例えば30度から45度まで傾けましょうか。で、スケールは同じくランダムユニフォームで、0.8 から 0.9 くらいまでやりましょうか。で、これで、この引数全部渡しているので、このブランチクラスを呼び出したとき、つまりこのコンストラクタが呼び出されるんですけど、このコンストラクタの中で、全部この辺の子供の座標系とか子供の視点と終点は計算されるはずなので、これで、レフトブランチは設定できてますね。で、ここでレフトブランチのインスタンスをこのブランチ図の中にアペンドしてあるので OK だと。で、ここで、作った子供のブランチを今度親のブランチとしてmakeChildブランチ関数を再帰的に呼び出すわけですけど、その呼び出すときに n の回数を1回増やして、呼び出すということですね。なのでレフトブランチはこれで OK だと思います。で、これをコピーして、またここでペーストしとくと、XY は同じですね。アングル XY は、レフトと同じで、30から45で、角度が出るんですけど、右に回転させたいときは、ここにマイナスをつけときます。で、スケールは 0.8 から 0.9 までですね。これで同じで、で、出来上がったチャイルドブランチを、チャイルドブランチ R という変数の中に入れます。で、この辺の与える引数は全く同じですね。で、チャイルドブランチ R をブランチ図の中に格納して、で、右の枝も再帰関数としてもう一回呼び出すということですね。これで、この再帰関数が右も左も呼び出されるようになったと思います。これで最初の枝のところも、この子供のブランチを作るところも結局親の情報から子供のパラメータを設定してインスタンス化すると。でこれも親の情報がここに入っているので、この親の情報を3つ使って、で子供の変数をここで設定してインスタンス化しているということなので、書き方が揃ったわけですね。で、めんどくさいごちゃごちゃっとした計算は、このブランチクラスの中でやってくれているということになります。これでだいぶ綺麗になったと思うので、一回やってみましょうか。3の48行目。18行目が、チャイルド EPT がないよってことか。あれここで、チャイルド EPT。
定してますよね。あれ？チャイルド EPT。あ、ごめんなさい。P が小文字になってますね。PT。はい。これでいけるかな。また、トゥリーの62行目。トゥリーの62行目。あ、これも、小文字になってましたね。ごめんなさい。はい。おっと。はい。それで、なんかうまくいってないように見えるんですけど、ちょっとうまくいってるかどうか確認するために、座標系も一回描画しましょうか。そうすると、def の draw axes という関数を作っておいて、まず、x アクシスを描画したいんですけど、オブジェ図に最終的には全部入れたいんですが、オブジェの rs.addLine にして、で、視点が、枝の中心なので、このスタートポイントと一緒ですね。ここと、x イコール rs のベクターアットで、この視点と、チャイルドアクシスの x 軸なので0ですよね。を入れて、これと x でいいのかな。はい。で、カラーを、rs クリエイトカラーで、X 座標を赤色にして、rs オブジェクトカラーで、このラインを赤色にしましょう。でこれで X が OK で、Y アクシスが、これが配列の1番目ですよね。でこれを Y にすると。それで、赤、RGB なので、2つ目を255にすると緑色になりますね。で、今度、Z 軸を描画したいんですが、Z 軸が、チャイルドアクシスの2個目の配列に入っているので、それをチャイルドのスタートポイントとベクトルアッドして、で、スタートポイントから Z まで引けばいいんですよね。Z まで引けばいいので、で、カラーが0の255になります。これで座標軸が引けると思うので、このドローアクシスも一緒に描画すると。ブランチのドローアクシスにして、ここでオブジェ図が返ってくるわけですね。で、このオブジェ図に入れるのを忘れましたね。オブジェ図にアップエンドして、このオブジェを入れときますね。でここでもオブジェを入れといて、リターンをオブジェ図にしとくと。
それで、メインの方に戻って、このオブジェ図を、また Move オブジェクトしたいので、Move オブジェクトの複数形にしといて、このオブジェ図を入れとくと。で、同じく Move ポイント分だけ移動させると、これでいくんじゃないかな。と、31行目。あ、ここか。ドローアクシスで、カッコが抜けてましたね。ごめんなさい。これで、はい、ちゃんと言ってそうですけどね。そっか。ブランチの中で計算した後の座標系はチャイルドアクシスだから、ごめんなさい。ここで、チャイルドアクシスを与えなきゃいけないのか。ごめんなさい。そうですね。これが、そっか。親のアクシス、計算後のやつだから、これも、計算後の長さなので、そうか、ここで、セルフで、チャイルドレングスを作っとかないといけないですね。で、セットチャイルドポイントの中で、スタートポイントとエンドポイント新しくできたので、この下に、セルフチャイルドレングスで、rs の、ディスタンスで、チャイルドスタートポイントとチャイルドエンドポイントを与えて、ここで長さを獲得取得しとくと。それで、そうすると、ごめんなさい。このチャイルドレングスがここに来て、で、チャイルド EPT がここに来るか。ごめんなさい。これが全部パレントになってくるからおかしいですね。はい。こういうことか。で、一旦消すと、はい。ちゃんと言ってそうですね。さっきは1個前の親の座標を使い続けてたから、ほとんど枝ぶりが変わらなかったということだと思います。で、今度はちゃんとうまくいってるんですけど、角度が30から45度なので、さっき10度から45度にしてましたよね。ごめんなさい。これで、出ていったんじゃないですかね。はい。そしたら、メインのところで、これを10個ずつにして、で、もう座標軸は描画しなくていいので、この2行コメントアウトして、
見ると、はい、先ほどと同じように、ちゃんと、2次元が、2次元の木が描画されましたね。で、ここまでできてしまえば、あと3次元はもう一歩ですね。次にその3次元化してしまいましょう。